パリオ島、フライル島を控えてマニラ湾の入り口に難攻不落と伝えられた鉄の島コレヒドール。昭和17年5月7日、モロクモッツィーユ。バターン半島攻略後、コレヒドール要塞に逃げ込んだ米菲連合軍を悠々に睨んでいた我が軍は、敵が頼む鉄壁の陣にまず正確無比な爆撃を加える。準備完了。時まさに端午の節句5月5日、イサミニさん強行上陸部隊はノース海峡を一斉に突破。火を吐く火炎放射器を抱えて敵の統治下めがけて肉薄する。決死亡国の一年あるのみ。よもや上陸はできまいとひたすらに賢人を頼みにした米菲連合軍は、猛烈果敢な上陸作戦の前にまず最大の要衝マリンタヒルを失い投降者相次ぐ。たまりかねた米菲軍司令官ウェンライトは5月6日夕刻、八旗を掲げてバターン半島カブカ弁に至り、最高指揮官本間将軍に会見を求む。痩せ細りさすがに憔悴の色覆い難き敵将は、しかもなおこの会見において全米東亜軍の降伏を免れんと図る。されば我が方猶予すべきにある。翌7日にかけて再度の猛攻を開始。午前8時、敵前上陸以来近々32時間をもって東方面帝国陸海軍部隊は全要塞を撃滅。世界戦史に比類なき惨たる記録を残しました。ここに事実上フィリピン軍島の艦艇を終わったのみならず、アメリカの拠点をことごとく覆滅するに至ったのであります。告げるや不甲斐なくも率先投降し来たれるウェンライトをはじめ敵の捕虜約1万2500。このコレヒドール攻略に至るまで、バターン半島をはじめフィリピン艦艇作戦に尊き御身をもってご参加あらせられた東国宮森広王殿下には、荘園なお消えやらぬ5月8日同島にご上陸、敵陣地をご視察あらせられました。かつてアメリカ・スペイン戦争の直後、アギナルド将軍が3年猶予にわたってアメリカに必要な抵抗を試みたと言われる天然の要害に加えて、鋭意力を尽くした近代的陣地構築は、眼前に見る14インチの巨砲は無論のこと、おびただしい鹵獲品の山に武装され、孫と鉄の島の名をアトールにふさわしく、陣中向きの行軍ならずして誰かこの攻略を望み得たでありましょうか。他にはさながら一つの町があり、我が通爆を恐れたアメリカ兵がここに潜み賢におののき、我が砲撃に傷ついた身をもまた養っていたのでありました。戦士に不滅の大戦果を挙げて、かねてこの時あるまではマニラにいらずと黙々第一線にあった本間最高指揮官は、5月9日打ち降る日照日の波に迎えられ、首都マニラに感激の入場をいたしました。マニラ湾に今ぞ敵へなす。アメリカの野望をみじんに打ち砕いて
フィリピン建設は本格化するに至ったのであります。焼き付ける太陽の下、北熱実に130度を冒して我が陸軍精鋭部隊は軍旗を放じマンダレーへの街道を歩む。利定表は物語る104マイル。未だマンダレーへの道近しとせず、しかもあらゆる困難を突破して強行に強行を重ねる我が軍の猛進撃は、イギリス重慶合作の連合軍を随所に細く殲滅しての快進撃、すなわち飯田最高指揮官統率のもとに3月下旬頓宮を一気に抜き去った豪軍は、炎症ルート滑空の決意も固く一路北上。北は雲南省に踏み入り、西はインドに面して厳然たる陣を主幹とする。休む暇もない進撃に、暑さは厳しく喉は渇く。敵軍よりも頑強な悪役の逆襲もある。されど必勝の信念あくまで高く、士気極めて旺盛なり。敗敵を追って部落にいれば、重慶軍司令官英律法が儚い交戦の跡をとどめている。これに引き換え皇軍を心から信頼するビルマ民衆の歓迎ぶりは、涙のにじむような熱烈さ。この辺りはすでに敵軍の逃げ足早く、ビルマ人の被害は意外に少なかったのである。イギリス軍を撃て、重慶軍を葬れとビルマ旗を掲げ、美しい清水を捧げて民衆は慕いよる。イギリス人捕虜は次第に数を増してくる。見よ、余すところ82マイル、マンダレーへ近づいた。ビルマ炎症ルートの心臓部マンダレーを守らんと敵は橋を落とす。この哀れな作戦を感じと笑って飯田最高指揮官の命令一下、マンダレー攻略の火蓋は切られました。
かくて5月一日、ラングーン突入よりわずか54日にして勢力実に620キロ。苦闘のうちに尊くも散った戦友の骨を胸にマンダレーへ入城。ここに北部ビルマの最大拠点はついに陥落しました。英将連合軍が飽くなき焦土戦術にビルマ文化を誇る最大の旧都も今は見る影もなく破壊し尽くされた。イギリス軍、重慶軍一兵たりとも許すべからず、北へ奥地へ給水の軍は進められていく。